冬の沖縄旅行、意外と楽しいんです。でも渋滞がやばすぎました。2026年1月、今年もやってきてしまいました。今回は沖縄ドライブ旅。観光客がいない穴場スポットを歩いたり、沖縄市にある絶品グルメに感動したり、眺めが良すぎるカフェでうますぎるランチを堪能したり、地元で採れたお刺身に感動したり、グルメを中心に沖縄ドライブ旅を楽しみました。ぜひ最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルでは全国を旅する様子や行ってよかった観光スポット紹介を投稿しております。チャンネル登録や高評価で応援していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。そのワンタップが励みになるんです。よろしくお願いいたします。1年ぶりの沖縄本島でございます。羽田空港から那覇空港に向かいます。そして約3時間の移動を経て那覇空港に到着しました。今日はなかなか風が強い。海がすごいことになっています。今は1月の平日なんですけど結構混んでましたね。でもなんだかんだ一回も食ってないね。メンソーレジャングリアの広告がある。今回行かないんですけど、今回はタイムズカーシェアを利用して沖縄本島をドライブしていきます。那覇空港からは結構遠いので送迎バスを利用して向かいます。ということで沖縄着きました。ただ1月ですけどね、15度ぐらいあるので、言うたったかいですね。沖縄にしては寒いかなぐらいですけど、半袖 T シャツに、ジャケットくらいでいいかもしれないですね。今回は沖縄本島を2泊3日で回るドライブ旅でございます。で、今までいつもなんだかんだ同じエリアばっか観光してたので、今回は沖縄本島の最北端エリアをゴールに2泊3日で行きます。で、今回はもうこの南のエリア行かずに、もういきなりこのうるまに行きます。名護市がゴールというかこの辺まで行くんですけど、一旦ね寄り道をしたくてだいぶ道それるんですけど、ここに去年食べてめっちゃうまかったお店があるんで、いきなり1時間以上の運転になれますけど、美味しいご飯を求めてうるまに向かいます。沖縄ドライブ楽しみたいと思います。最初の目的地は46キロでございます。すごいね、今日あたりからねちょうど風が強いみたいでね、もうヤシの木が吹っ飛びそうになってますね。風でちょっと持ってかれますね。渋滞がどうなんだろうね。これ1月のこの時期は、去年は2月なのとまだジャングリアやってなかったんですけど結構渋滞してたんですよね。ただわざとねこう閑散期を狙ってきてるんで、ジャングリア渋滞とかもないとは思うんですが、言うてね平日ですからね。いや今回は久々のソリオでございますが、やっぱソリオいいね。空港着いてすぐレンタカーですぐもう運転してるからさ、もう沖縄感ないんだよねまだ。とりあえず去年食べて美味しかったお店最初行って、でそこ食べて、なんだかんだ食べてない、ご当地チェーンっていうかね、その辺も食べれるだけ食べたいですね。でも海青いね。結構薄暗いですけど、曇ってるし薄暗いんですけど、それでも海は青いです。これ船、これ前にあんのでかっ。なんやこれ、豪華客船みたいな。めっちゃでかくない？ここをずっとまっすぐ行くと県庁前で、左斜め前の奥の方行くと那覇市役所ですが、ナビだとこれ左。あとやっぱニュース通りというかさ、中国人の観光客は今んとこ全然見ない。やっぱこの通り栄えてますね。沖縄タイムス前。なんか沖縄旅行初めて来た時はさ、もうなんか離島のイメージが強かったからさ、こんなに栄えてんのみたいななったんですけど、なんかそれを思い出すわ。ここの景色だけ見たらさ、今沖縄にいるって思わないもんな。やっぱ都会なんですよ沖縄は。そして目的地までは、まだ33キロあります。そしてこの渋滞、やっぱ渋滞するね。水曜日の10時49分でこんな感じでございます。4車線あってこの感じなんで、すごいよね交通量が。なのでナビの時間は当てにならない確率が高いですね。今回の私のスケジュールみたいにいきなりもう初日から名護に行くとかだと、結構しんどいかもね、運転慣れてないと。でここは那覇市泊でございます。信号に引っかかんなければそんなに時間はかかんなそうかなっていう。緑色の車線が時間帯によってはなんかそこ走っちゃいけないみたいなのあるらしいんですよ。久しぶりにレンタカー使うわ、運転するわって人は事前に調べておいた方がいいと思います。いやー、あれから何キロか進みましたが、なかなか混んでますね。いつかちょっと沖縄と5泊6日とかさ、土日も挟んで1週間ぐらい滞在して、結構なんかマニアックな店とか行ってみたいね。なんか何これ珍百景的なのもちょっと探したい。だいぶ進んできたね。めっちゃでかいイオンがある。ライカムってすごくない？この交差点ライカムっていうの、漢字でさライカムって読むとかじゃなくて普通にカタカナ。イオンモール沖縄ライカム。いやでもこの辺まで来てもそこそこ交通量あるね。
でも330号このライカムを右折して85号からのトンネル入ります。この辺まで来ればだいぶ、交通量はあるけどスイスイ進んでるような感じはします。でこれ左入るとウルマルシェでございます。混んでますね。この大通り沿いはチェーン店が多いね。やっぱくら寿司、カツアン、ユニクロがあるんだ。この並びでユニクロって珍しいね。なんかでゲオからのジョリーパスタからのスターバックス、そしてドンキ。すごいね。大手チェーン満載だね。もうずらーってなんでるわ。長かった。40キロくらい運転してあと6キロ。そしてちょっとだけ日が出てきて、曇ってはいるんですけどちょっと明るくなってきましたね。でその瞬間やっぱちょっとあったかい。気温が上がったのがわかるわ。今日東京がね1度とかだったんで、朝下にヒートテック着てきちゃったんですけど、半袖の上にジャケットくらいでいいかもね。来たー。海中道路入ります。でこのまままっすぐ進んでいって、2キロちょっとで到着でございます。風が強すぎて雨かと思ったらこれはあれか、海水が、波しぶきが飛んできてます。やばい、めっちゃおられる車。風強っ。そして見えてきました。もうちょっとで到着です。でも海青いね。言うて絵の具みたいな青さ。到着。海の駅綾橋間で、この中にある海中茶屋で本日最初のご飯をいただきます。来たー。到着。沖縄着いていきなり46キロ。疲れたということで早速ランチいただきます。海の駅メンソーレ。ついに到着。海中茶屋。去年食べて美味しかったので今年もやってきてしまいました。しかもここ美味しいだけじゃなくて眺めもめっちゃいいんです。そしてこのもずく麺が癖になる食感でね、最高です。めっちゃ眺めいい。テラス席で食ってみたいけどさ、今日はやばそうだね。強風で全て飛んでっちゃいそう。いや海青いね。何しよっかな。どれも美味しそうでめっちゃ悩みました。 QR コードを読み取ってモバイルオーダーで注文します。こんにちは。海中茶定食。沖縄そばだと海中茶定食、本草木そばと三枚肉そば、油脂豆腐そば。これスパイスカレーそば。スパイスカレーそばの麺大盛り。ネギ抜きとかもできるんだね。麺大盛り300円。量2倍。でこれにしよう。海中茶定食とスパイスカレーそば麺大盛り2860円。注文。もずくの天ぷらもちょっと気になるけどね。お子様カレーとかもあったね。ジュースやスムージーもありました。スイーツもあります。そして注文の品が到着。ジューシーと沖縄そばとスパイスカレーそば。それでは早速いただきます。麺はこんな感じでございます。箸で掴んだ瞬間にこれうまいやつだってわかる感じの麺です。1年ぶりのもずく麺最高です。うまいね。この麺もめっちゃうまいんですけど、出汁もしっかり美味しいんですよね。うまいね。うまい。すごい、このお肉でかい。超巨大。続いてジューシー。久々のジューシーも最高でした。このお肉もしっかり美味しかったです。続いてカレーそば。去年よりスパイシーさが増してるというか、結構辛くなっててうまかったですね。でも辛いのが好きな人はいいかもしれない。こっちの方が。これもなかなか癖になる味です。カレーうまいな。ね、美味しいよね。でもこれやっぱだしうまいわ。だしうまいけど今日の気分だったらちょっとカレーうまいね。ごちそうさまです。続いて物産館でお菓子を購入します。黒糖味が気になったのでバナナチップを購入しました。そしてここではチンスコーをバラで購入することができます。150円という安さに惹かれていくつか購入しました。いやー、1年ぶりのもずく麺うまかったね。絶品もずく麺。いや、美味しかったですね。からのこの海の駅の物産館でファンタのシークワーサー買いました。沖縄限定のシークワーサーのファンタでございます。南国はじけるシークワーサーフレーバー。
うまい。そして珍しかったので黒糖味のバナナチップス、うまそう。ちょっとこうチャックがついてる、このねチャックがついてるっていうのがいいですよね、ドライブ旅に。ちょっと黒めのバナナチップス、うまっ。これ1個じゃ終わんないわ。映画とか見ながらバクバク食べちゃうタイプのね。からの忘れてた、チンスコーも買いました。ここね単品で買えるんですよ。これ1袋単位で買えるんでめっちゃいいです。チンスコーうまいね。ということで出発ありがとう。さっきめっちゃ団体客来たと思ったらここにバスの駐車場があるんですね。30人くらいさ一気に入ってきたからさ。そしてこのタイミングでまさかの雨。いや今日なんか晴れると思ったんだけどな。次はせっかく沖縄来たんで久々にサーターアンダギー食べたいなと思って、で調べたらこの辺にこの目の前にある施設の中のお店にサーターアンダギーが売ってるらしいです。なんだっけこれ、なんとかプラザ。結構広い、いろいろありますね。ラーメン屋とかも入ってます。あった三ツ矢のサーターアンダギー。ここにサーターアンダギーあるんですよ。でコーヒーとサーターアンダギー買おうかね。これ絶妙に空いてないパターン。到着。うるまシティプラザというそうです。地元の人が買い物に来るみたいな場所なんですけど、ありましたサーターアンダギー。ここには様々な味のサーターアンダギーが売っています。すごい、めっちゃある。しかも1個140円、安すぎる。トングを使って袋に入れてレジに持っていき購入するスタイルです。食後のドライブは睡魔との戦いなので、ここでコーヒーを購入します。ゆとりブレンド、パッと見米田っぽくない？モーニングセットがめっちゃうまそうでした。ゆとりコーヒー、向かいには唐揚げ屋さんもあります。うまそう。ということでコーヒーとサーターアンダギーゲッチュということで、こちらモカですね。これで140円だっけな。安いよね。でかい。相方がチョイスしたのがこちら桜だそうですね。アールグレイということでモカいただきます。久々のサーターアンダギーうまいね。久々アンダギーこんな感じでコーヒーが入ってるんですよ。すごい、ちょいちょいさコーヒーの苦味も相まってうまいわ。でこれが桜。確かにこうやって見ると全然違うね。結構ピンク。でも個人的にこのモカ、外カリカリでちょいちょいコーヒーの苦味があるから美味しい。気になる方は Google マップでウルマシティプラザで検索。1年ぶりのアンダギーだと結構感動できるわ。ここの店も気になるね。ランチバイキング、11時半から3時まで。この辺もなんかいろいろ栄えてますね。カラオケも深夜3時までやっております。カラオケハウストマトってチェーン店なのかな。あんま聞いたことないね、トマト。いやいいね。こういうなんか住んでる人しか来なそうなエリアを、ドライブ旅してちょいちょい食うみたいな、なんかこういうのもいいっすね。そして沖縄市に入りました。AW ある。 A&W 混んでんね。結構混んでるわ。あれビッグワン、あれこれビッグワンってさ、奄美大島ビッグ2じゃん。それのビッグワンってこと？沖縄がビッグワンで奄美大島がビッグ2ってこと？もしかして。すごい、秘密基地。何があんのこれ、秘密基地。何の秘密基地？マル秘だって。何系の店なのかさ全く予想つかないよね。この辺なんかすごいね、初めて来るエリアだわ。この近くにお店があって、そこがなんかね人気らしいんですけど、駐車場が多分ないのでこの辺のコインパーキングに止めてちょっと散歩します。この辺を街ぶらするのもいいね。ここは沖縄市か。1時間200円。なんか雰囲気が良さそうだった。なんか全然今までの沖縄旅行で歩いたことないような雰囲気でしたね。ということでなんか初めてのエリアにやってきました。ここは住所的には沖縄市中央。なんか商店街とかもあんだね。今までそういえば沖縄市全然観光したことなかったね。でもうちょっと西の方に行くとチャタンのアメリカンビレッジとかがあって、なんかこういう感じなんだ。いいね、この沖縄ならではの街並みというか、全然知らなかったわ。いや、こういうところをちょっとブラブラ街ぶら散歩するのもちょっといいね。なんか広場、あっちに商店街が続いてるんだよね。すごい、エイサーの街沖縄市。
れどうなってんのこれ。あ、こうで、この大通り沿いの店のデザインとかがなんか独特ですごいいい。で、ここになんか商店街、これなんかさ商店街っぽくない？すごくない？続いて沖縄市にある商店街にやってきました。ここは1975年に沖縄で初めてアーケード化した商店街、一番街というそうです。沖縄市の中心市街地で通称コザと呼ばれているそうです。ちなみに沖縄市は1974年にコザ市と三郷村が合併してできたそうです。昭和レトロな雰囲気もあり、昼はこんな感じで人も少ないんでね、散歩にも良さそうでした。結構なんか長いよね。こっちでも続いてるわ。結構長いですね。ここまっすぐと続いております。若干国際通りの方のさアーケードというか商店街にも似てるわ。そう、ずーっと奥まで道がもう一本の道が続いてる。これ通り何本あるんだろう。なんかめっちゃあるよね。まだお店はでもほとんどやってなさそうですね。夜やってるのか水曜提供なのか。Google マップで見ると店はめっちゃあるから、今日がやってないだけなのかね。水曜日がやってなくて、なんかサラリーマン横丁とかあるわ。沖縄市の中央1丁目でございます。ちらほらこういうさ壁にアートというかさ、こういうのが結構あるんですよね。でここでさっき車止めた通りに出るのか。サンシティ商店街っていうのかな。車文化だからさ人が歩いてなくて歩道はねだいぶ歩きやすいですね。ここじゃない？手塩。続いてやってきたのはこちら。ホットドッグが絶品だそうです。お店に入った瞬間ジューシーな匂いが鼻に入り込んできてびっくりしました。ということでホットドッグなどを購入して追加でコーヒーも購入しました。食材にこだわっているお店はね、コーヒーも絶対にうまい説。お店の前はこんな感じでおしゃれな雰囲気でございます。コーヒーゼリー入ってるのめっちゃいいね。これでうまいね。このコーヒーゼリーのアクセントがめっちゃいい。またこちらのお店は3年に一度開催されるドイツの国際コンテストでソーセージやハムなどで金賞を受賞したそうです。ここにもなんかありますね。小屋市場、昭和30年設立。やっぱこのなんか建物のデザインが独特でいいね。しかしまた雨が降ってきてしまいました。ホットドッグがこちら。3、2、1。てん。めっちゃいい匂いする。やばい。この蓋を開けた瞬間ふわってくる匂いが。このケチャップとマスタードの匂いとこのウインナーめっちゃいい匂いする。これが一番人気だそうです。ということでいただきやす。濃厚です。海かじテラスとかでもう何回も食べたしなーって人は沖縄市でこういうところで食べるのもいいかもしれないですね。穴場ですね。ここはうまっ。これがなんかたこ焼きみたいだね。これ何これ。これは白ソーセージを焼き上げてケチャップをかけた料理だそうです。すごい。これ初めて食べるわ。初めて食べるタイプの。いただきます。思ったより柔らかい。ふわふわしてるわ。ただ個人的にはもうホットドッグが最強。ホットドッグマジでうまい。パンのこの生地もうまいし、全部のバランスがいい。しかもこのコーヒーもうまいんだよね。コーヒーも美味しいんで、一緒に買った方がいいです。特にこのゼリー、コーヒーゼリーおすすめです。コーヒーのいい苦味だけを残して、なんか雑味とかね、変な酸味はないんですよ。でこのコーヒーゼリーの食感と苦味がアクセントになってうまい。全然観光してないし、ちょっと雨降ってきちゃったんですけど、グルメドライブ旅もなかなか良きでございます。2人とか3人とかだったらこういう感じで何店舗かでテイクアウトしてシェアしてみたいなのができるからいいですよね。ということでありがとう沖縄市。いやほんとこの通りすごいわ。全然知らなかった。沖縄市の中央1丁目あたりブラブラ散歩してみるのもいいと思います。このね店のデザインがほんと独特でおもろいわ。で今度は沖縄市から北谷の海沿いに向かいます。
そしてチャタンタウンに入りました。そして、ちょっと定番スポットも1カ所ぐらい回っておこうかなということでアメリカンビレッジ方面にやってきました。しかし雨、さっきはねちょっと止んでたんですけどね。からのこれはここ行ったことないウミンチュワーフ、こんなん全然知んなかった。海の駅ウミンチュワーフ、こっち側からアメリカンビレッジ来たことないからなんかめっちゃ新鮮だわ。駐車場がとにかく広い。今は閑散期というか1月なんでねそんなに混んではないと思います。しかも雨降ってきちゃったんで。沖縄は何月？やっぱ6月が一番いいんですかね。雨もう天気だけを考えたらね。ただずっと晴れてても暑すぎるからね。でこの道に繋がってんだ。なるほどね。来ました。久々のアメリカンビレッジ。左前にはステーキハウスで、ここが確か無料駐車場なんだっけ。駐車場がねあって満車ではないと思うのでこの辺に止めて歩きますかね。久々に来るとやっぱ綺麗ってなるね。さっきの駐車場が空いてなかった。全くここなら空いてるはず。毎回ここでちょうど1台だけ空いてんだよね。ちょっと食後の運動がてらアメリカンビレッジを散歩したいと思います。いやー派手派手ですね。でも天気悪くてもここの雰囲気はめっちゃいい。逆に雨降ってるから人がいなくていいかもしれん。さっきの街並みも良かったんですけどこのね異国情緒漂う雰囲気もいいですよね。やっぱ独特な雰囲気で散歩にぴったりだね。いやこの建物の外観もすごいですね。至る所にフォトスポットなどがありました。2階からの眺めはこんな感じでございます。カラフルで派手派手。こんなあったっけ。こんなロボットとかロケットとか。やっぱ散歩にちょうどいいね。ここには謎の赤いボールみたいなのがありました。これは一体何なんでしょうか。エリアごとに雰囲気も近くてねフォトスポットもたくさんあったのでね食後の運動とかにねめっちゃいいなと思いましたね。この辺はもう広範囲で駐車場もあるしもう何でもありますね。すごい。沖縄ワンタイムって店、ちいかわとしんちゃんとコラボしてます。ひじむな。いやーなんだかんだ歩いてて楽しかったです。ちなみにお土産でこちらを購入しました。ということでありがとうアメリカンビレッジ。なんだかんだもう5時ですよ。あっという間ですね。空港に着いたのが朝9時50分ぐらいかな。10時前くらいで10時過ぎにレンタカーで出発して、あっという間に5時でございます。そして、今回の2泊3日の旅行の拠点となるホテルは名護なんですよ。名護市のホテルで2泊しますのでこのまま名護向かいます。こっからなんと49キロ。よいしょ。高速道路入りやーす。今回拠点名護にして正解だったかもしれないな。本当は2泊とも那覇の国際通り近くのホテルを考えてたんですよ。さすがにこの時間のね夕方5時過ぎからの名護方面は空いております。そして今金町っていうのかな、金町。看板だとさタウンって書いてあるからさ町なのか町なのか分かんないんだよな。金タウン金タウンってなんかいやこれ那覇方面がめっちゃ混んでるね。これみんなあれかね美ら海の方とかさ郡島とか観光して、ジャングリアとかさ郡島とかあっちの方面観光した人が那覇に戻るみたいな感じなんかね。反対車線はすごい渋滞でございます。すごいねこれ。しかももうさこの道を通んないとどこにも行けないみたいな感じのエリアだとさもうね待つしかないからしんどいですよね。前日の夜とか夜中に前乗りで名護方面行っちゃって泊まってで朝行くとかの方がいいかもしれないですね。夕方5時過ぎの那覇方面の渋滞マジでエグかったです。もう完全に車止まっちゃってたんでね結構な時間かかったんじゃないですかね。これ渋滞やばくない？カメラ回してて4分ぐらいか。4分半走ってますけどまだ渋滞続いてるからね。しかも多分タイヤ止まってるよね。これ動いてない。のんびり観光するなら沖縄本島の旅行がもう2回目以降3回目以降の人はもうやんばるですね。そしてついに名護市に入りました。景色もガラリと変わりました。
まあでもこっちの方がやっぱアイランド感があっていいね。大自然が広がっております。かといってめっちゃ田舎ったわけでもないんですよね。そこそこね飲食店とかもいっぱいあるし、割と栄えてますんで、全然不便ではないエリアでございます。でここで沖縄道が終点でございます。おー、やっぱ海沿いはいいね。開放感があるとなんか運転しやすいわ。なんとなくこれ普通にさ、普通に通り過ぎちゃうね、これ真ん中走ってると。これが道の駅京だ。轟の滝、この辺には滝もあるそうです。右1キロ、街が見えてきました。ブルーシールとかあるね。名護拠点で旅行するのもなんかめっちゃ良さそうだね。今回初めてなんですけど、コンビニあって、ブルーシールあって、でハンバーガーもあって、市場もある。名護湾市場、この通りにもう大体あるんですよ。ずらーって並んでますから、いろいろ。買い物とか食べ物に困ることはなさそうですね。で今日の夜ご飯は、さっきホットドッグ食べちゃったんですけど、なんだかんだ食べたことないなっていうことで、ご当地バーガーチェーンといいますかね、 AW でいただきます。よいしょ。なんこれ、これドライブスルーなんこれ、ガソリンスタンド式みたいなさ、これどういうことこれ。へえ、おもろ。これはドライブスルー的な感じなんですかね。ちょっとよくわかんないので、ちょっと普通の駐車場に止めよう。この時はよく分かってなかったんですけど、ドライブインという仕組みで車に乗ったまま注文して、で出来上がると店員さんが車まで持ってきてくれるんですよね。で車の中で食べるという仕組みだそうです。沖縄本島の旅行は4回目なんですけど、なんだかんだ AW は初めて食べます。しかもここは24時間営業なので、深夜のドライブ旅とかでも良さそうですよね。ということでテイクアウトで注文しました。ホテルで食べようと思います。人生初 A&W バーガーゲッチ、エンダーバーガー、通称エンダーバーガーらしいです。エンダー、人生初買ってしまいました。よいしょ。そして続いて、買い出しですね。飲み物とかの買い出しで市場にやってきました。ここにね、大体のものが売ってるっぽいので、しかもスーパーにしてはね、珍しく口コミがいいんですよね。スーパーマーケット金秀。ハンバーガーと一緒に海鮮系も食べたいなと思ったら、こんな感じで個包装のお寿司がありましたね。あと刺身の盛り合わせがすごい爆盛りでした。スーパーに沖縄県産の魚の刺身とかいろいろあったので、ご当地グルメおかず何個か買ったので、後ほどハンバーガーと一緒にね食べようと思います。ホテルチェックインして、そのまま、一旦ホテルで食べようかな。めっちゃ混んでるラーメン。この大通り沿いにあるラーメン屋さんがね、めちゃめちゃ混んでましたね。こんなに行列ができるってことは美味しいんですかね。よいしょ。そして今夜のホテルはホテルピースアイランド名護ということで、無事チェックイン。今回のホテルはなんとまさかの洗濯機と電子レンジ、冷蔵庫ついてます。住めます。そして部屋も広めですね。なかなか良き。今回残念ながら、サウナとかはないんですけど、大浴場あるんでね、全然良きですね。テーブルも広くて、でツインルームですね。でコンセントが2個あります。でエアコンと窓。長期滞在とかにも良さそうなね、レイアウトでした。やっぱ渋滞込みで100キロ以上運転はちょっと疲れますね。夜ご飯にしようかね。ということで、まずは先に買っていた A&W バーガーのセットから食べますかね。ハンバーガーとポテト。私が買ったセットは人気ナンバーワンのザ A&W バーガー。書いてある、これか、このままか。と単品でフィッシュサンドで、セットがね選べるんですよ。セットがね4パターン選べるのかな。で一番上のスーパーフライコンボにしました。でドリンクが飲んだことなかったんで、ルートビアっていうね、薬草のドクターペッパー的な感じなんですかね。この選択が吉と出るのか京と出るのかということで、人生初のこのドリンク飲みます。これ好き嫌い分かれるらしいんでね。すごいいろんな風味いろんな風味が来るね。前後左右から来るわ。なんだろうなこれ。例えるの難しいね。ドクターペッパーとはまた全然違うわ。でも意外と別に飲めるね。
まあリピートするかどうかって言われると多分リピートはしないかもしれないですけど、で早速メインの人気ナンバーワンのバーガー、何が入ってるのこれ、ベーコンと、あと別になんかベーコンかでチーズとトマトとレタス、まあ、ベーコンレタスチーズパティバーガー、いざ実食。うまそうだね見た目は。チーズうまっ。なんかフライも入ってる。これ何のフライだろう。オニオンフライが入ってるのか。もうチーズがうまいね。 AW バーガーの道路挟んで向かいにマックがあったんですよ。で口コミはマックよりも高かったです。味に関してはまあ気分によるかもしれないですね。まあ人によるかもしれない。マックにはない味ですね。このチーズのこの組み合わせ、この具材の組み合わせがあんまりマックじゃない味だなっていう。なのでまあ旅行とかで食べるんだったらまあ絶対こっちかなっていう。でこちらが相方が注文していたジュニアモッツァ。これもチーズ、トマト、レタス。うまいよね。こっちの方がうまいかも。こっちの方がシンプルでいいかもしれない。この人気ナンバーワンのやつはなんかいっぱい入ってるんですよ具が。ちょっとね具材がわちゃわちゃしてるからね、シンプルな方がいいかもしれない。からのフィッシュサンド、これもチーズが入ってます。さっぱりしたやつ食べたい人はこれいいかも。フィッシュ、まあこういう感じですね。いやもう今日めっちゃ食ってんね。まあ明日は結構秘境スポットを巡るというかね、最北端エリアまで行ったりするんで、まあ、体力を備えておこう。なるほどね。これが薬草の味の歴史がありました。 A&W の誕生。1919年アメリカカリフォルニア、薬局の店員だったロイ・アレンが病気の友人のお見舞いとしていくつもの薬草の樹脂や根のエッセンスを調合したヘルシードリンクを作りました。それが大変好評となり、やがて薬というよりも美味しい飲み物として1919年6月20日にジューススタンドで売られるようになったのがこの A&W の始まりと。だからジュースがスタートなんですね、バーガーじゃなくて。当時のアメリカは禁酒法の時代、ノンアルコールのこのルートビアは大人気となり、従業員だったフランク・ライトをビジネスパートナーに迎え、1922年に店名をお互いの、なるほどね、お互いの名前の頭文字を取って A&W ルートビアと名付け会社を設立しました。へえ、これなんかストーリーを知るとちょっとおもろいですね。でその後にアレンは A&W ドライブインなどを開店する権利をビジネス化。これが現在世界中で見られるフランチャイズビジネスの始まりと言われておりますと。ここ沖縄で A&W が誕生したのは日本本土復帰前の1963年の11月1日だそうです。このストーリーを知ってから飲むとちょっと美味しく感じる説ある。もともとはこういう感じだったんだ。からの先ほどのスーパーで中身汁なんか最優秀賞らしいです。こんにゃくと豚肉としいたけ、この出汁うまい。なんか沖縄そばとかさ、人生で初めての沖縄旅行で沖縄そば食べた時も思ったけど、なんか沖縄のこの出汁うまい。独特。なんか味薄いっちゃ薄いんだけど、でも別になんかなんだろうね、薄いけど濃く感じるみたいな、なんかなんて言うんだろうね、旨味があるみたいな。なんか沖縄ってなんか飯がうまいイメージなかったんですけど、結構料理うまいんだよね。いやちなみに沖縄そば食べたけど全然うまくないやないかいって思った人も、それは100人とかいたら1割2割はいるかもしれないですけど、そういう人はぜひうるまの海中道路の途中にある海の駅の海中茶屋の定食食べてみてほしいですね。麺がうまい、マジで。ラーメンが好きな人だったらハマる麺のうまさ。麺だったら3日連続くらい飽きないね。からのお刺身タイム。カーエー刺身。カーエーってなんだろうね。カーエーは沖縄でゴマアイゴと呼ばれる魚の刺身のこと。いざ実食。見た目はタイみたいな感じですね。カーエーうまい。食べる順番も良かったかもしれない。で汁物飲んでからちょっと口の中リセットしてからのこの刺身っていう。玉ねぎと一緒に食ってもうまいね。うまいわ。スーパーの刺身だからちょっと舐めてたんですけど、ちゃんとうまい。しかも夜に買ってるからさ、時間経ってると思うんですけど、それでも美味しいからね。ごちそうさまです。すごい、なんかホテルの外出たらなんかある。なんこれ。
夜ご飯食べてちょっと休憩してからの沖縄名物のブルーシールに食後のスイーツを買いに行きます。夜8時過ぎるともう一気に交通量が減りますね。すごいね。この左はマック、右はエンダー。でもどっちも混んでんね。言うて交通量あったね。まあ1月で寒いっちゃ寒いけどブルーシール食べとかないと。到着しました。ブルーシール名護店。前回は牧港店行ったんですけどね、店によってブルーシールは内装が違うんでね、なんか面白いですね。まさかのストレンジャーシングスのコラボがあった。コラボパフェを買うと特典でついてくるんだ。ちょうどネットフリックスでストレンジャーシングス全部見た後だったんでね、なんか興奮しました。ゲッチュしやした。濃厚。今日の摂取カロリーやばいんだよ。アイスとコーンフレークとあとワッフル。ということでホテルに戻ってきました。ちなみにホテルの駐車場は有料ではあるんですけど、自分の駐車番号が決まってるので、こんな感じでコーンを置いて他の人が止めないようにね、キープできるっていうのが良かったです。そして2リットルの水、久米島ウォーター、なんと100円切ってます。ということで沖縄ドライブ旅1日目からかなり濃厚な旅となりました。そして明日は人生初のエリアやんばるを観光します。手つかずの自然が残された沖縄ならではの絶景に感動しました。ぜひこの機会にチャンネル登録して次の動画もお楽しみに。ご視聴ありがとうございます。北海道から沖縄まで日本全国を旅行中。チャンネル登録高評価お願いします。